こんばんは、皆さん。第21回、もうすぐ1年間になりますね。モロテのはい。ライブストリームがやってますね。もうすぐ1年、ありがとうすごいですね。あございます。おりがとうございました。お、ありがもうすぐ、とうございもうすぐ。ます。もうすぐね。もうすぐね。そんなはい。に続きましたね。そうですよね。はい。で今日は参加者は、いつもの大川さん、ありがとうございます。今日、ありがとうございます。吉海さんも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールデンウィーク秋、ゴールデンウィークはどうでしたか？楽しかったですか？いやー、全ゴールデンなんか全然なんかしましたか？どこも行ってないですね。仕事ですか？ずっと。いや、仕事も特にしてないで、ゴロゴロ、ゴロゴロしてましゴルフゴルフた。ゴロゴロ、ゴロゴロ。あ、ゴルフやってると思った今。ゴルフはしてないです。すごいね。大川さんは仕事をしてたんですか？仕事でしたね。今あらあらあ回ら。はね、しょうがないですね。まあしょうがないですね。僕も、まあ一応こちらは、ゴールデンウィークはないんですけどね。でも休みの時は、そっか、うん、オースでもトラリアはないんですよね。ないですよ、ゴールデンウィーク。えないです。ー、だから、まあ、普通の会社の人、1年間4週間ぐらいは取れるんですよね、休み。でもそれ、はい。4週間でとってもいはい。い、なるほど。4週間休みを取ってもいいし、それ1年の間にいつでも取れることできるよ。うーん。でもやっぱりクリスマスの方が、みんな取ってるんですよね。うん。1週ああ、間ぐらい。で、なるほど。その後はいつでもいいっていう感じになるんですよね。全部、オーストラリアはみんなゴールデンウィークみたいな、休みを取れないんですね。ああ、みんなバラあれはバラな感じでっバラバラ。うていう。ん、うん。そうそうそう。それは日本に行った時に、ゴールデンウィークは何と思った。なんでみんな同時で、めちゃめちゃ混むんじゃないですか、なんか、どこで行ってうんうも。ん。うん、まあまあ確かにまそうですよね。あ。そう。で、前回と今の間に16が出ましたね。あ、モロの16が、16。はい。はい、16が出ましたね。はい。も吉川さんはもう使ってますか？ 16。はい。俺は結構気に入ってますね。うーおー、いいですん。15がちょっね。とあれだったんで、16はすごい。15はあれだったんだけど、今16が大丈夫ですか？ 俺はそうですね。なんか15っていろいろ Python とかもうなんか入ん。れ替わったりとか、あと Qt とかも変わって、うん。ちょっちょっとと落ち着入れ替わりかないバーの時期がジョンなんですよね。だったんですようん。ね。はい。916、ほどはなかったけどね。9は結構あれだったんだけどね。9はね、ちょっとね、9はどうかね、なってそうだいう。よね。うん。うん。まあ15は、まあまあ、でも今16。16はい、で、16使ってますね。結構新しいことがありますね。新しいっていううか、ん。UI が新しくなっうた。ん。うん。そうですね。シェーダーツリそれ、ーとかもね、新シェーダーツしくなって。リーとか、そう、そのうん。シェーダーツリーのところが、もう、そのアイコンが変わったっていうのは、あれはいいんですけどね、もうちょっと色があった方がいいかなと思って、パッと見ると、あ、これとか、なんかうそれをん。ちょっと、なんだけど、でもすごいいいと思うんですよね、そういう分けて、うん。フォルダもとか、それそれははすごい、面白い。うん。うん、面白い。そう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 。で、最初はどうしましょう？最初は、ですね、じゃあ、大川さん、はい。じゃあ私からでいはい、きましょうか。いいですか？はい。はい、はい。よろしくお願いします。ですね。はい。じゃあ私の方からは、16.0、シェーダーツリーのところとか、テクスチャーキャッシュのところとかを説明してたんですけど、今回ですね、ラップエフェクターっていうのが、
ちょっと新しくなってるので、そこのところを、ご説明しようかなと思います。あ、いいですね。僕はラプトエフェクトは結構使いたいんだ。はい。うんこれ見えますか？はい、見ます。はい。ですね、ラップエフェクター、ラップデフォーマー、何かっていうと、こういった高解像度のものを、それからそれを包む低解像度のメッシュを変更することで、高解像度の方に動きを移すみたいなデフォーマーになります。で、これって前から搭載されてはいたんですけど、16でかなりいい感じに、さらに修正されてます。なので、ちょっとこちらご紹介したいんですけど、まずですね、じゃあ、元々の15までどんな感じだったかっていうと、例えばこちら高解像度の頭の方ありますよね。はい。こちらの頭の方をこの一回り大きい、ラップ用のメッシュ、低解像度のメッシュの方を動かしたら、高解像度の方も動くという、そういったデフォーマーどうやって設定するかっていうと、セットアップのレイアウトのところにラップっていうデフォーマーがあったので、これクリックしていただくと、ケージメッシュは何ですか？低解像度のメッシュなんですかって聞かれるので、これでお願いしますっていうふうにやると、この今指定した低解像度の方のメッシュですね。こちらを変形させると、高解像度の方も動くという。こういった、早いしね。うん。こういった感じになってます。結局は、なんて言うんでしょう、変形情報を移すだけなので、低解像度の方でいろんな変形したものを移せば、結果的に時間が短縮できる形になるので、非常に便利に使えるものなんですけれども、15までのラップデフォーマーって、ちょっと今、もう一回、シーンを復帰してやってみると、あくまでこのケージメッシュって、高解像度よりも一回り大きくないとダメだったんですね。なので、例えばこれがちょっと内側に入り込んでいるような状態だと、この外側の高解像度のメッシュに対してラップかけると、この低解像度の方を動かそうとするとですね、どうしても変形がいまいち崩れちゃうんですね。うん。どうしても一回り大きくないと許せないって感じだったんですはいけど、はいはいはい。これ16とかだとそういうこと全然ないです。で、これが、実はじゃあ新しくなりましたって言ってるのがですね、実は今までのツールが新しくなったんじゃなくって、同じ機能を持った、新しいツールが搭載されたっていう形になります。じゃあ新しいツールどこから設定するのかっていうと、例えばこちら、この高解像度のメッシュですね。これ選択した状態で、デフォーマーのエフェクターとして搭載されるようになりました。このメッシュラップエフェクターってやつですね。これを設定します。これ設定すると、ここのラップエフェクターっていうのがありますので、ここで外側のケージメッシュなんですかって聞かれますので、これで低解像度の方を指定してあげます。そうすると、こちら、先ほどと同じように作用するようになります。作用するようになるんですけど、この形状の場合だと、ケージメッシュが高解像度よりもちっちゃくても全然平気で動きます。こちらの仕組みの方だと。なので、すごくそういった意味では楽にできるっていうのと、今このラップエフェクターのところ、いろいろパラメータがあると思うんですけど、15までのデフォーマーの方だと、これってですね、インフルエンスの方のパラメータってこんくらいしかないんですね。なんで、あんまりコントロールが効かなかったんです。だけど、16からはこのコントロールがすごくよく効くようになってます。で、これどんな感じで効くようになったかっていうと、
例えばですね、今これ設定が、これがよく分割されている高解像度のもので、全く同じような形状の低解像度のものが今こう重なっている感じにしてあります。これでちょっと説明したいんですけど、例えば今この高解像度のものを15までのラップデフォーマーでやってみると、この低解像度の方のエレメント移動とかで動かしてみるとですね、確かに動くんですけど、よく見たら分かる通り、この頂点ごとにこう動かしてるだけなんですね。なので、他のところに保管がされない感じなんですよ。なので、ケージのセグメントに沿ってあくまで変形されるっていう感じなので、あんまり綺麗に、こう、なんて言うんでしょうね。融通が効かないっていうか、もうがっつりそこだけ変形するみたいな感じになってたんですけど、ここら辺が16の方だともっと、綺麗に変形が効きます。どんな感じかっていうと、さっきと同じシーンなんですけど、こっちの高解像度の方にラップのエフェクターかけます。で、ラップのメッシュで低解像度の方、さっきと同じような設定を行って、低解像度の方ですね、こちらのメッシュ動かしてみるとどうなるかっていうと、低解像度がちょっと見えちゃってるか。これが、ちょっと待ってくださいね。これ今日ケージのワイヤーフレームにしときます。そうするとどうなるかっていうと、なんかスムーズになってるね。そうなんです。影響度合いがすごく広くなるので、明らかにここだけちょっと今引っ張ったでしょみたいな感じじゃないんですね。で、この引っ張り具合っていうのも結構細かく設定ができて、例えばこのシアーの補正っていうオプション入れると、分かりますかね。ちょっとこの変形の仕方、変形のこの持っていき方っていうのがちょっと変わります。どんな感じでこの持っていくのかっていうのが少し変わるっていうのもありますし、この全ポイントを使用っていうのを外すと、あくまでこの半径内にあるもの、影響を受けるのはこの半径内っていうのをこう決められるので、例えばこれをもうちょっと大きくすると、もっと緩やかなとか、もっとこう影響範囲を大きくとか、もっと鋭くとかっていうのを自分でコントロールができます。いいね。そうですね。ここら辺だからすごく、滑らかな、やりやすい形になるかと思います。そうですね。こんな感じで変形の具合っていうのを自分で決められるし、ウェイト、この、どんくらいここにこう、なんて言うんでしょうね、影響を受けるのかっていう、ウェイトのかかり具合っていうのも自分でグラディエントで変えることもできるので、これとかですね、結構もっと激しい変形をしたときに、ここだけはもうそんなに影響を強くしたくないとかっていうような環境を自分で設定することができます。なのでこれ結構こういった意味では便利に使えるかなと思います。あれ、これがですね、はい。どうぞ、ごめんなさい。後で質問あります。後で質問が。はい。でですね、これに関して言うと、今こういったラップデフォーマー的なところでやったんですけど、実言うと、15まではこのラップのデフォーマーと同様にラティスのデフォーマーっていうのがありました。ラティスのデフォーマーどんな感じだったかっていうと、例えば、こういったキャラクターとかあってですね、これ変形したい時とかに、これを、ラティス、格子みたいなところで、これをかけてあげると、こういった
状態にラティスが組まれるので、このラティスの、よいしょ。この各格子選択して動かすと、変形させることができるっていうものが出てました。で、これすごく便利ではあるんですけど、ちょっとどうかなと思うのが、この一個一個の格子がアイテムなんですよね。ロケーターで。で、これ便利は便利なんですけど、一個一個アイテムだから好きなように置けるっていう意味では。ただ、統率がなかなか取るのがめんどくさいなって思うのがあります。ちょっとトラブルが何回もありましたね。そうですね。ここら辺がちょっと、ラティスのデフォーマーいいっちゃいいんだけど、ちょっとなと思うようなとこだったんですけど、その16のラップのデフォーマーっていうのは、実はラティスのデフォーマーも一緒に内包しているような、含んでいるような形になってます。どういうことかっていうと、こちらですね、さっきやったように、ラップエフェクターかけます。で、さっきラップエフェクターで、ラップメッシュっていうケージメッシュと同じものですね。それをこう指定していたかと思うんですけど、ラップメッシュを作成っていうボタンがありまして、こちらクリックすると、ラティス用のメッシュっていうのをもう作ってくれます。バウンディングボックスで。なので、これをワイヤーフレームとかにすると、もう普通にラティスのデフォーマーとして使えます。で、これは普通のメッシュなので、さっきみたいに一個一個頂点がロケーターみたいな構成じゃないですね。なので、メッシュ、この新たに作られたメッシュを普通にメッシュの変形で動かすっていうこともできますし、このメッシュ自体に対して、例えばツイストのエフェクターとかでデフォーマーをかけてあげることもできます。これがですね、結構いちいち自分でいろんなラップメッシュを作るっていう必要がないので、そういう意味ではすごく楽に行えるかなっていうのがあります。これで例えば外側のローメッシュの方、くるくる回すと内側の高解像度の方もラップエフェクターの影響でくるくる回ってくれるようになります。で、ただこの時にですね、ちょっとこの変形具合が、ちょっと厳しいなって思ったら、ラップエフェクターの方の先ほどのこういった変形具合っていうのを調整してあげると、ただ単にラップエフェクターでぐるっと回るのを影響を受けるっていうだけじゃなくて、変形具合を自分でもっとよりコントロールできるので、すごくそういう意味ではいいですね。デフォーマーのやり方がとてもやりやすくなるんじゃないかなというふうに思います。通常通りだと結構きつい、変形になるようなところを、変形具合っていうのを自分でよりコントロールが効きます。なので今までラップデフォーマーとかラティスデフォーマーとか使われてた人とかは16だとよりすごく使い勝手が増えるんじゃないかなっていうふうに思いますね。いいですね。はい、これ結構僕は使います。使うほど、調整が結構効くので、やりやすいっていうのがありますね。僕は僕のプロフェッサー・エッグトップとジェラルドの、目のところが、ちょっと伸びてるんですよね。で、だからそれを回したい、回転したいから、そのオーダーオブオペレーションズを使って回転して、その後にラティスデフォーマーを伸ばしたんですよね。それでちゃんと目のところに僕が好きなちょっと伸びてる目の形に作ったんですけど、でもそれなんかこっちのラップエフェクターだっけ
ラップエフェクターラッのプエフェクターの方。方がなんかラティスより全然いいと思うんだよね。なんかそういうやりやすいと思う。ラティスが結構、ラティスの機能自体はすごく便利なんだけど、ね、ラティスのインターフェースがあんまり良くないなってそうなんですよ。ちょっと思ってたんですよね。はこの確かに頂点ごとの掲示がロケーターでアイテムであるっていうのはアニメーションもできるしい。いいんだけど、ただちょっと掲示の頂点数が多くなっちゃうとコントロールが難しいっていうのと管理がやりにくいっていうのがあったので、ですよね。どうかなと思ってたんですけど、そこが、ラップエフェクターとラティスエフェクターをもう一つの機能としてまとめちゃおうみたいな感じで出てるのが今回のラップエフェクターですね。そのラップエフェクターの、ローポリメッシュを、うんそれは、モーフとかなんかそういうかけて移動でき、動くことできるんですよね。できますね。ですよね。もう全部、このローメッシュの方はデフォーマーだろうが何だろうが全て効くので、毛布でもそうですし、トランスフォームのエフェクターかけてもいいし、何をやっても全然普通にメッシュにやるトランスフォームがデフォームができるので、それをそのまま、ハイボリの方に移してくれるようになります。いいですね。これすごく地味にこれ良かったなっていうところですね。あれ、早いんですか？面白いと計算が早くなったんだよね。だろう。ラティスエフェクターより。そうですね。これとかだと、例えばこうやって結局デフォームしたものを、ラップのエフェクターっていうデフォーマーで映してるから、デフォーマー自体結局遅いじゃんって思われるかもしれないんですけど、あの結局は低解像度のものを高解像度に移す時の計算量っていうのはもう結構単純なものなので、低解像度でやってそれを保管して移すっていう方がやっぱり全然計算量は少なくて済むので、例えば低解像度のものに対してダイナミクスとかで動きをつけておいて、それを高解像度のものに移すとか、そうすると例えば低解像度のもので布にこうソフトボディでふわふわした動きをつけてたものを高解像度に移すとかすると、割と高解像度のものに対してダイナミクスで演算させるよりも全然早いと思いますね。ですよね。そういった使い方は、できるかなっていう気がします。いいですね。いいですね。そうですね。ここは結構ですね、割といい感じのところなんじゃないかなと思います。ローメッシュのところが、こうやって、インフルエンスとかでハイメッシュに行きますけど、このローメッシュを別のハイメッシュに持ってくることもできるので、同時に2つターゲットがあるっていう形でもできると思うし、こういうのが、ぜひ使ってみていただけると、これも16のちょっといいところかなと思います。はい。いいですね。はい。はい。ありがとうございます。というところでございます。はい。ラップエフェクターですね。僕は結構、ぜひ使ってみてください。使いますね。はい。はい。ですね、次は、吉海さん、なんか、見せることはありますか？はい。はい。何これはい。ですね。ちょっと、カーブを作ったときに、はい。なんかスラックって言って、ちょっとたゆませるたいとき、電線とか、そういうのを作るのにどうしようかなって思ってたときに、ちょっと作ったものがあるんですけども、こっちは単純に何でも別にカーブだったら何でもいいんですけど、こんな感じでカーブを作ったとして、でこいつをなんかこうたゆませたいっていう時に、なるほどね。はい。もう一個だとちょっと面倒くさいんで、それを全部
まとめてやれるといいな。あれどうだこれ、アセンブリですかこれは。これアセンブリですね。自分で作ってみたけど、おお。おお。これで制御すると結構、それぞれがちょっと待ってくださいね。ちょっとノイズかけたりとか、はい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 。へえ、面白い。はい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 。ねうん、いいですね。これ中でセグメント切ってるっていうか、新たにメッシュは再構築してる感じなんですか？そうですね。これ元のカーブを参照して、うんうん。でやってることはすごい単純なんですけど、でまあ、ちょっと説明に入ると、この中を見てみると、簡単じゃないじゃん。スパゲティじゃない。なんか、1個2個、そう、1個2個かなと思ったんだけど、全然違うじゃない。簡単。はい。これを、まあ、インポートしてきたカーブうんうん。はいがあって、で、そのカーブに対して、まずカーブリビルドで、あカーブを、頂点をこう、いっぱいあ。はい、増やしたんだ。増やしてあげて、で、それに対してフォールオフオペレーターがあるんですけども、ウェイトマップを作ってあげるんですよね。ウェイトマップオールオフでウェイトアップマップを作るってこと。そうですねオールオフ、セットウェイトっていうのがあるので、そちらを入れてあげたウェイトマップを1個ずつ作るんですけど、その時にカーブフォールオフオペレーターを使ってあげて、で、要するにこいつ、この元のカーブ、このカーブを参照して、それぞれにウェイトマップをつけてあげるっていう。あ。で、そのフォールオフオペレーターの長さで、このカーブの長さに対してフォールオフをつけてあげるんで、こっちで今持ってきちゃってるんですけど、これですね。これがそのフォールオフの度合いになるんですよね。カーブの始まりがウェイトマップ0で、カーブの終わりが今ウェイトマップ0で、真ん中だけが 100%。すごい。で、その形も、ウェイトマップの形も、こっちのカーブで全部同じように参照されるんで、結構使いやすいかなとねえ、いいですね、こういうのは。思ったんですよね。そんなにまあ、別に。簡単じゃないけど。いやすごいいい。すごいいい。でも、僕はね、はい、どうぞ、すみません。便利なのはもう、どれだけカーブがあっても反映してくれるんで。元のカーブもいじることはできるんだ。そうですね。元のカーブも後から付け足しても、本当だ。いかようにでもできるんで。すごいや。いいね。だから電柱とか電線とかそうですよね。作った時とか、そういう時は結構っていう。あんまり角度とかも関係ないんで、見てるのカーブの長さとそれに対するウェイトマップだけなんで、でそれが全部なんでしょうね。高さでも何でもこんな感じに全部出してくれるんで。であとはダイナミックスしたいっていう時では、こいつをコピペしてあげて、で、ダイナミックのソフトボディをしてあげると、そうか、もうマップが、ウェイトマップつけてあるから。そうですね、ピンマップっていうのを一緒に生成してあげてるんで、今全部落ちましたけどね。すごい。ボールマッチングっていう、いい感じ。おー。
あ、すごい。ああ、いいですね。そうですね。もうウェイトマップがすでにそこでつけられてるから、う楽なんですん、よね。確かに楽ですね。ただこれ残念なのはですね、カーブの方だとピンマップっていうのが必要になっちゃって、うん、それはちょっとウェイトマップではできないんで、それだけ残念なんですけどね。だからうん、やるときは大体ソフトボディで、ソフトボディの方が意外に綺麗、ああ、計算結果が。うん、うん、うん、後からそうですね、こういうボックスとかを追加して、おお、おダイナミックな。お、うん。動いてる衝突して。うん、うん、うん。まあ、なんかちょっとこういうスラック的なのをやりたいときは便利かなっていう。うん。これすごい、すごい。うん、すあのね、ごくいい。ちょちょっと質問なんだけど、今いじってるんじゃないですか、そのなんか、シミュレーションはダイナミクスを、再生して、はい。箱をいじってるじゃないですか。はいはい。そこれ、の箱のいじってるうん。キーフレームができるんですか？それはですね、キーフレーム作るときは自分でアニメーションしなきゃいけないんですけど、はいはい。多分、なんか、チャンネルチンプとか使えばいけるのかな。ああ、そっか。なるほど。元のモードだと多分これを記録するっていう方法は多分ないんじゃないかな。ああ、僕はコードがあれば、前にそう思ったんだよね。こういうのはすごいいいなと思ってて、なんだけど、今だけでだよね。だからそれ多分、を記録するのはないんだ。うん。記録するなるほど。んだったらやっぱりこっちのプレイボタンで自分でキーフレームってですよね。キーフレームうをやっん、て、で、まあ、で、できるん細かくだよね。やらないと多分できないかなって。はい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 。うん。なるほど。ですね。なるほど。僕はただ、今日はの、ダイナミクスを今日一日中触ったばっかりなんで、あ、そうなんですか。はい。はい。なかなかモードのダイナミクスも触る機会があまりないっていうかね、うーそこまであん。れば。でも結構うん、使うと面白いんですけどね。面う白いですよね。ん、はい。うん、なかなかで。元の、そうそう、この中、他の、はい。他のちょっと説明してくれる？これを、これパワーフォールオフォールオフしフて、うで、ん、ブレンドフォールオフっていうので、うん。テクスチャーのノイズを一応マルチプライ、掛け算でかけてあげて、テクスチャーノイズ、なぜテクスチャーノイズをかけたんですか？はい。それがですね、ちょっとランダム感が欲しいときとかに、はいはいはい。今あ、こランダムのういう、パラメーこの設ターがあるんです。定か。なるほど。パラはいメーターはいはいはい。0にすると、全部みんな同じうたゆはい。み加減なんでん、すけど、それに対してちょっとノイズかけてあげて、あははははは。でバイアスとゲインとかでなんとか調整して、でスケールですね。スケール、なんかノイズあるね。はい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 。スケールのノイズをすごいなんだろう、細かくしたりとか、もうちょっとランダムっぽい、もうちょっとうん、にしこっちはちょったいんだ。とあんまたゆんでない。こっちは結構たゆんでるとか、うん、そういうあれの調整でテクスチャーをちょっと入れてるって感じですね。はい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 。このポジションを動かせばちょっとアニメーションみたいなのがね、少し風じゃうないけど、ん。うん、ああ、なんかそうですよね。少しこう揺らいでる感じで、の。ね、うん。ですシミュレーションしなくてもいいんですよね。こういうアニうん、うメーションん。のノイズをかけなんかて。こう疑似的にね、なんかそういう風に見える感じができそうですますね。ね。うん、なんかこれはメックパレスがダイナミクスを記録できるとモデリングにも使える便利そう。そうですよね。ううん。ん。メックパレスさん。うん。で、あとありがとはさっきう。うん。言った
ピンマップのウェイトマップをつけてあげて、ピンマップのウェイトマップの方は、もう完全に同じカーブをフォールオフ使ってるんですけど、もう本当に1と0のちっちゃいところで切ってあげて、終点と支点だけが100% つくように。ああ、なるほど。でやってる感じですね。うん。最後のトランスフォームが、そうですね、最後のトランスフォームエフェクトで、さっき作ってあげたウェイトマップ、それをこのトランスフォームで動かしてるっていうだけなんですよね。このトランスフォーム全部を、そうですね、コントローラーをこっちのパラメーターの方で動かしてるっていう。はいはいはい。あれ使ってるいオムいです。ニホールオムニオムニホール。オムニホール結構使いますね。いいですね。それでもアニメーションはできるしね。XYZ とかあんまりちょっとね、あれですけど、いろんな使い方ができるっちゃできる。で、意外にこの真ん中だけこのフォールオフで動かしたいっていうのがなかなか結構やりたくても意外に難しかったんで、今まで。なんかいろいろあるんですけど、モドの方にそのスラックとかデフォルマーとかあるんですけど、一つのカーブに対してだったら結構いろんなやり方があるんですけど、複数のカーブの中心点を参照したいっていう時に、いろいろ難しくて、それがウェイトマップつけてあげるのが一番楽かなっていう。これでもあれですね、やっぱりカーブリビルドが効くのがすごくいいですね。カーブリビルドがあるから、何本いってもちゃんとセグメントを自動的に切ってくれて、そこにこうウェイトつけてっていうのができるから、そうか、カーブリビルド、ね。そのカーブの、ベーテックスは2個しかないんじゃないですか。はい。それをもっと長く何個にするとできますか？カーブのバーテックス。カーブをはいはいはい。連続で 4個とかなんか。はいはいはい。そういうことですよね。そう。それはどうなんですか？はい。ゴ基本的に見てるのはこのカーブの全体の長さだけなんで。じゃあいいじゃん。すごい。ははははは。このカーブの、今24ってあったら、この24の中で 0.0 から1までのウェイトマップが設定されてるんですね。なんで、カーブはどんなカーブでも問題ないですね。ちゃんとカーブの形になってるんですよね。あれ、すごい。ね、それでビヨンって。俺はいいわ。で、レンダリングするときに、はい。どうすればいい？カーブ、そうですね。レンダカーーブ。か、元のカーブじゃなくて出来上がったカーブだね。あとはカーブスイープとか、カーブスイープね。使ってあげて、あれカーブスイープ。こいつはもうカーブでしかないんで、あとはもうこっちのカーブの方で、ポリゴンシェイプだったらポリゴンシェイプだったりとか。いいですね。ね。おお。レンダリングは。でかっ。ですね。だから、カーブでレンダリングしたい場合は、このカーブ、このオブジェクトだけをカーブでレンダリングしてもらえればできるっていう感じですね。そうですよね。はい。
カーブスイーパーもいいしね。カーブスイープもね、すごく使い勝手いいし。うカーん。ブフォールオフとの組み合わせがなかなか面白いなっていう。なるほどね、カーブフォールオフ使うんですね。水上さんが入ってるし。あ、六水城さん。水上さんが入ります。お、何これまた。すごい。あとはですね、うん。最近発見した、ようやく使い方がうまくいったものがありまして、はモジュロっていう計算があるんですけど、これは純一郎堀川さんっていう方がおうフランスのアーティストでいるんですけども、このお方おはスマティクスアルゴリズミックアーティストって言ってたような気わがするあ、。素敵。わあ、す全ごい。部なんか数式でとか組み合わせてうーらしいんですん。けど、自分がちょっと数学が本当あまりよろしくない感じで、ちょっと苦手なんですけど、まあ、彼の動画をチュートリアルやってみて、その中で結構そのモジュロっていうモジュロっていう余剰計算、余剰演算のエクスプレッションがあるんですけど、うん。それの使い方が本当、モドでどうやって使うのかなってずっと悩んでたんですけど、それがえ分かったんで、ちょっと皆さんにお知らせ。ちょっと、六水城さん、こんにちは。こんばんは。こんにちは。遅くなりました。大丈夫ですよ。お疲れ様です。お疲れパ様でーティクルジェす。ネレーターで、パーティクル生成させて、この交互のパーティクルを移動したり回転させたいっていう時が結構あって、模様を作る時とか、そういう時にそのモジュロっていうのを使って堀川さんがやってたんですけど、で、元でモジュロってどうなんだろうなっていろいろ調べてたんですけど、これはパーティクルエクスプレッションを使った例なんですけど、パーティクルエクスプレッションっていうのは何もエクスプレッション入れてなければ、なるほど。全体がはい。動くだけで、えあれなんですけど、これに例えば、サインファンクションとか、で、プラスタイムとか、あれ違う。あれちょっと待って。ちょっとよ。うん。PID。PID っていうのがパーティクル ID のは略らしいんですけど、い。うん。なんかそういうのを組み合わせてやると、エクスプレッションでいろいろできるんですけど、で、さっき言ったモジュロ、その余剰計算のやつが組み合わせて使うと、一つ飛ばしで、ここの値となんだろうね、動きがめっちゃ遅いんですよね。オムニホール使うとだいぶ楽なんです。はそうすると今、パーティクルの一つ飛ばしにこいつがい。はい。動くことができて、で、自由に制御できるというふうになるんですけど、で、やってるのが、このパーティクル ID に PCNT っていうのがパーティクルカウントなんですけど、このパーティクルカウントをかけてあげて、で、それを2で割った値が、その余剰演算で0か1になるんですよね。パーティクルの0の時が0で、パーティクル1の時が1で、また0で1で、01、01、01、01っていうので、
組み合わせると、その1個飛ばしに、まあ、この600ミリ動いたりとか、なるほどいう。ことができる。で、それをまあ、なんかいろいろ組み合わせて使ったりすると、ドラこゴンれすごい。ねえ。ルールができたへりとか。ー。あ、すごい。あ、なるほど。ど。鱗ってうんうん一つずつずれてるから。そうなんですよ。でこれをパーティクル ID じゃなくて、アレオペレーターの方でやってるんですけど、うんアレオペレーターでモジュルを使ってないと、まあ、普通にこのままですけど、モジュルで、まあ、ディバイドで2ってやってあげると、この一つ飛ばしのサークルが回転して、このはい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 。鱗分のうん鱗をかける、しかも半分の回転数だけちょっとずらしてるっていう。うん。うんで、まあ、この時間で動かしてるのは遊びなんだ、タイムで。けど、まあこういう使い方とかも、モジュロっていうのはなかなか面白いんですよね。で、さらに、例えば、チェーンメール。チェーンメール。ああ、うんほうほうほう。チェーンメールなんかも、おお。おお。はい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 。これもやってることは、そうか、確かに。 2つのパーティクルオペレーターと2つのモジュロうんを組み合わせて、で、あとはそれをクローンオペレーターで下にドバーッと。うんうんうんうわよく考えるな。うんすごいな。うん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 。なるほど。なので、チェーンメールじゃねえや。このパーティクルエクスプレッションのモジュロを使って、こっち側のチェーンだけ動かして、あこっちは、こっちのチェーンだけ動かしてとか、あ、なるほど。これすごいわ。うん。やると結構、ただ2つだけで結構表現が可能だったりするんで、あ、便利だってうん。すげえ楽だと思って。うん。いいね。うんうん。いろんな使い方が結構できると思うんですよね。モジュロ一つで。なんかモジュロの宣伝じゃないですけど。買います買います何でもこのアイディアがすごくいいですね。うんまあ、おなんかさんのアルゴリズミックライブの中で、はいはいはい。うん。螺旋の作り方とか、もしかして、もしかして。やっていただいてるんで、それを参考に、うん。螺旋を作ったりとかもできちゃう。うん。これはちょっと説明するのもめんどくさいんですけどね。アレオペレーターでそれを作るんです。もともとはただのラインなんですけど、それをアレオペレーターを使って、ロガリスミックスパイラルというのをなんか、はい。これはモジュロ関係ないんですけど、ただいいですね。モジュロを使って、そうですね。最終的にお、できた。と、おお。できた。喉でも一応わあ。再現ができたと思って結構喜んでます。いいね。すごい。すごいいいですね。できた、できこた。うん。
お面白い。面白い、すごくいいな。ちょっとそうですね、モジュロ皆さんやってみたら結構、いろんなことが発想次第でいけそうなう感じですん。ね。でちょっとその考え方で、最初、パーティクル ID の考え方が分かんなかったんですけど、パーティクル ID って0から1なんですよね。0から1の中にパーティクル50個あったら、それが0.01、0.02とか、うそういん。う感じで入ってるんで、このエクスプレッションで使うときに、そのパーティクル ID にパーティクルカウントをかけてあげて、もう1、2、3、4っていうそ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 う整数値に戻すんですよね。で、戻して2で割ると0か1に必ずなるっていう感じなんですね、多分ね。そうです。大川さん。いやいや、すごいね。で、それをフロアっていうのをつけてあげないと、うん。ちょっとその割り切れてないやつが多分うん悪さをしちゃってるんだろうなっていうのがあるんで、うんフロアで下の数だけをきちっと多分あげると、なんかうまく。うんこれ面すごい白ね。そう。いいですよね。へえ、いろいろなんか試してみたくなっちゃう。あれは、貝みたいなところのシーンをちょっとまた見せてくれる？あ、はい。で、今ちょっとこっちの値を動かしたい、はい。こっちの値をもう片方の方を動かしたいっていうときは、単にここのミンのマックスを逆にしてあげると、こっちはこっち。あうーん。0から100の場合は、こっちはこっちって動いてくれるので、あ。それでさっきのチェーンとかを、あったんですよね。そうですね。すごいな。レプリケーターだから軽いんで、メッシュのあんま心配がないっていうのは、GL 見るとえらいことになってるんですけどね。すごいね。とんでもない数すごい。が。ね。軽くできるんで。これですか？いや、あれ、見本みたいな。そうそうそう、これ。いいね。これ再生すると。うわこのぐりぐり動く感じがすごくいいー。ですね。これはオリジナルはこの堀川さんなんで、俺のじゃないんで。まあ、でも、それはブレンダーは使ってるんですよね、この人。そうですね。この堀川さん。堀川さん。フーディニーアーティストなんですけどね、ブレンダーのジオメトリーノードでもなんかいろいろやって結構すごいあれ、それ、なんか、僕はブレンダーはよくわかんないんですけど、ノードは結構あるんですよね、いっぱい、その下の方で。あ、これですか？そう。すごいそれで、長いですね。そのモードのは、喉ちょっともめっちゃ比べてるんですよね。おお、すごいですね。こういうことか。ここがロガリスミックスパイラルに作ってて、こっちがこのカーブを円柱はい。いまして、これ。これもアレイオペレーターで作ってるんですよね。アレイオペレーターの中にサークルのカーブを入れてあげて、アレイ上でアレイを複製してるんですけど、なるほど。ちょっとよくわかんないと思うんですけど、アレイオペレーターの中でサークルのカーブを複製して、それをクリエイトポリゴンっていうのでカーブに生成してる。これは、やるときに、吉川さんは、なんか、これが必要。じゃあ、これは参加します。それか、なんか、これは何だろう。で、つながって、こういうことできるんだとか、そういうなんか頭の中の整理というか、
どうやって考えてるんですか？意外に他のチュートリアルとか見てても、結構共通する部分が多かったりするんですよね。考え方として、アレオペレーターも何してるかっていうと、この点、点を作って、その点をいかに動かすかっていう、そこだけを、それを頭の中には分かってて、で、これは使えばいいっていう感じで。そうですね。ベクター。で、各ソフトでやっぱり使ってるのが違ったりするんで、その辺がだから、モドだとそれが一体何になるんだろうなっていうのは探さなきゃいけないんですけど、マトリックスをいじる操作のところでも、マトリックスフロムユーロっていうのと、マトリックスコンストラクトとか、こういうのは多分モドのみあるですよね。で、その辺をだから、どれでいけるかなっていうのはちょっと探さなきゃいけない。マトリックスのノードに出てくると僕は、あれ僕は、マトリックスのノードが出てくるのは、僕は青いピルを飲む時間だ。もういいって。数学とかちゃんと勉強しとけばよかったなって思うぐらい。そうだね。見よう見まねでやらないとわからないっていう。すごい。素晴らしい。いいですね。こんな感じです。これだけ自動で作れちゃうっていうのはまたすごいですよね。そうですよね。意外にモドでもなんとかできるもんだなって。吉秀大久保さん、もうすごいって書いてありますよ。チャットで。いいですね。ありがとうございました。六水城さん、元気ですか？なんか久しぶりです。元気です。なんか生きてます。生きてますか？ゴールデンウィークは結構忙しかったんですか？遊びで。いや、もう暇でしょうがなかったです。あ、そうですか。なんかTwitter でいっぱい絵を描いてますよね。そうなんです。モド16が早く出ないかなと思ってワクワクしながら描いてました。もう出ましたよ。出ましたんで、今ちょっとね、いろいろいじって遊んでるところで。はい。もし時間的にあれでしたら、なんか新しいことじゃないですけど、今やってることで、モドからアンリアルエンジンに素材を持っていってっていうのをいろいろ実験してるんですよ。今ですか？いや、見せてくれるんですか？うん。どうぞ、お願いします。言うほど新機能はないので期待されてもあれですけど。アンリアル、じゃあちょっと、はい。画面を共有させていただきます。はい、お願いします。今、モドの画面って見えてますかね？はい、見てます。見てます。はい。とりあえず今最初何をしてるかっていうと、いろんな背景の素材みたいなマップチップを作って、それをアンリアルエンジンに持っていってっていうのをやってテストをしてるんですが、最初に、前ちょっと見せたこういう、ありましたね。床のタイルありましたね。こういうのを作って、で、それをアンリアルエンジンに持っていって、表現の違いといいますか、ちょっと同じようにしたいのもあって、それの研究をしてるんですが、これ自体も全部、モドのプロシージャルのテクスチャーで元にして作ってまして、で、そこから、こうやって持ってきて、見えてますかね。これはアンリアルですね。これがアンリアルエンジンですね。はい。で、こうタイル1個分っていうのを敷き詰めて、ですね。こういう表現をしていると。はい。で、テクスチャーだけじゃなくて、なんて言うんでしょう、ノーマルマップとか、スペキュラーとかも含めて、もっと簡単にモドとアンリアルエンジンでやり取りできないかなっていうのを今、試しているところなんですよ。いいですね。いいですね。こういう感じで。で、なんて言うんでしょうね、その試行錯誤中
っていう発表です。あ、そうですか。はい。はい。あででもいや、これをいろいろ埋めて部屋っぽくしようかなと思って今こうおおお。中そうどこまでもちょっと走っていけたりとかするんですけど、えーそうですね。このセットが、はいモードで作って、はいで、そのまま持ってきて、ライティングはは、ライティングは、アンリエルのエンジンの中でやったんですか、ライティング。そうですね。基本的にライティングと、カメラワークというか、こう制御はアンリアルエンジン上です。で、モデルのテクスチャーであったり、その元の素材とかは全部モードだけで作って、どこまで表現できるかなっていうのをやっているところですね。なるほど。はいこれ、居酒屋ですか？ちょっと何にしましょうかね。考えてない。そうビアガーデンみたいになってるね。そう。テカリ具合とかもちょっと調べたかったんで、その辺も含めて、木の焦げ具合とこう生木っぽさとか、その辺をちょっと考えていますね。はい。アンリアルエンジンの5と4ってやっぱ使い方が結構違いますか？ほぼ一緒ですが、やっぱりアンリアルエンジン5の方が、洗練されてますね。なんか今これやってるのだっけルメンルーメン、ライティングが Unreal 5がいいですよねっていう。むちゃくちゃあれいいですよ。手軽にめっちゃ綺麗に作れるんで。なんでそこは5、今からやるんだったら5からやった方がいいですね。ああ、なるほどね。はい。アンリアルエンジン4は、やっぱちょっと慣れている人でいいかな。別にやっちゃダメってことじゃないですけど、これ、アンリアルエンジン4の機能も全部5に入ってますし、なんだったら5の方にいっぱいいろんな機能も入ってるので、やるんだったら5の方かなと。ただ、ちょっと要求されるパソコンのスペックが高いので、ここはちょっと覚悟を持ってやるべしって感じですけど。なんかね、岡尾さん、はい、どこだ見たんだっけなんか、Twitter か見たかもしれないけど、ニュークが Unreal 5は使えるっていう。Unreal 5の窓がニュークに入るっていう書いてあったんですよ。そうなんですか。それはちょっと私知らなかった。なんかそういうなんかあったんですよね。そういうニュークと Unreal 5のなんかできるっていうのは見たかななんかみんななんかちょっと違うだろうっていう顔をしてる。あんまり聞いたことがなかったので。この素材のやり取り、さっきの話ですけど、テクスチャーとかは全部作ってるんですけど、マテリアル自体はアンリアルエンジン上でちょっとこう再構成してます。はい。マテリアルのインスタンスって呼ばれるものです。1個マテリアル作ってそれを複製したりとかっていうのが、やっぱりアンリアルエンジン上の方がやりやすいというか、それしかできないので、そこら辺の制御のやり取りがもっと手軽にできたらいいかな、なんか方法ないかなって探しているところですね。ありましたよ。Unreal Reader がニュークに入る。Unreal 5、Unreal Engine 5 インテグレーションがあるんですよ。Foundry の Twitter であったんですよ。いずれはじゃあ、そういうのは入るかな？このなんか YouTube がありますよ。後でそっち共有しますか？一旦じゃあ共有停止しますね。はい。はい。これは僕はちゃんと見てないんですけど、ちょっとこれを。猫の声が聞こえた。これですよ。これです。Unreal Reader, an amazing plugin part of Nuke 13.2, which supports Unreal 5 integration. 何をやるやつなんですかね？
うん。アンリアルのの 3D V を持ってくるのかな。読み込める。読み込めるかな。これでモロでできるんだったら最高ですよ。そうっすね。ああ。後で見てみます。で僕はちょっと紹介したい人がいて、これ、あ、何はははこれは昭和アニメロボ 3D モデリング Vogue っていうんですか？はい。はい。完璧です。面白いですね、この人は。この人はすごい面白い。なんかいろんな、モードを使って、こういうキャラクターを作ってるんですよね。そうですね。これ大好きですよ。たまに、あれが、これはライトウェーブかな？ライトウェーブのですね。これはモードですね。はい。はいたまにライトウェーブを使ってるんですけど、こういうなんか、作ってますよね。ハードサーフェスモデリングですね。ハードサーフェスモデリング使ってますね。またこの人、ロボットのかっこよさをちゃんと分かってるポーズとか作るんで、そうそうそうそそうそう。そで、最近、一番最近のこれかな？う。しかも今年これライトウェーブ。ライトウェー絵ブ。ライトウェーが綺麗なんですよね。そのうん最終的な絵がブ。そうそうそう。ちゃんと加工してかっこよくなって、綺麗。これとか、そうですね。形が面白いですね。あ、いいですね。いいですね、これ。ここもある。タルが懐かしいですよね。こういうの見て育った人がこれ見てワクワクする系のこそうです。そうですよね。めっちゃ面白いですよね。すごい丁寧なモデリングですからね、この人。なんかちょうどいい質感なんですよね。なんかキラキラしすぎてなくて、汚れすぎてもなくて。うんうんうん。これこれをを見て何やってるのか、いまいちよく分かんなかったね。いや、これも一時停止しながら見る。そうですよね。そうそう。ビール片手に一時停止しながら見る動画ですよ。プレイバックスピードがこれにすればいいか。もう上に。僕結構こういうのを見るの好きですね。ああ、いいですよね、なんかこういうのは。ううんん。なんかコマ送りで再生してどうやってんだろうっていうのをこう解析するの好きです。どうやってるんだろうっていうのは、結構人のモデリング気になるところってありますもんね。そうですよね。特にどういう手順で作ってるのかっていうのが一番気になりますね。うん順番というか。そうですよね。どこから最初、手とかそう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 目とか、どこからみんな違う、それぞれは違うんですよね。そうなんですよ。なんかざっくり全体作ってから細かく作っていく人もいれば、もういきなり細かく作り出す人もいるんで。そう。いきなり細かく作るのすごいですよね。すごいですよね。あれ多分、やっぱある種の天才の方だろうなと思ってますけど。これ、最初はスケッチをやるのかな？それか、そうですこれを、大雑把に作って、そそれでバランスを見て、それからハイメッシュに移行するっていうやり方ですね。いいですね。なんか最初にバランス見てるんで、やっぱり綺麗ですよね。綺麗です。そう。すごい。みんなハイメッシュだ。僕はサブスクライブしましたよ。みんなサブスクライブしてください。了解です。その人は面白いですちょっと追っかけてますからね。面白い。Twitter、勉強になるんですよ。そうですよね。はい。そうですよね。じゃあ、そのルクシージョさん、元の話に戻るんですけど、モドと Unreal 5のなんか、テストというか、今、勉強とか、なんか、そういう一番やりやすい方法を勉強してるんですか？勉強中です。あれは、そのモドブリッジがあったんだよ、前に。それはもう使えなくなった。それは使えないんですか？あれをね、使ってもいいんですけど、先ほどの通り、
マテリアルの、インスタンスっていうのが、何でしょう、持っていけないというか、これはアンリアルエンジン上でしか機能できないものなので、どっちにしてもマテリアルを、ちょっと作り直すというか、そんな難しいものじゃないんですけども、ちょっと設定し直す必要があるので、モデルだけをこうスムーズにやり取りして、で、テクスチャーをマテリアルに貼ったりとか、その辺はアンリアルでしようっていう、この2つの分業をいかにスムーズにするかっていうのを研究中ですね。それで、うんチュートリアルを作るんですかね。なんか今スムーズに恐ろしいことがはい、ちょっとされ今。ましたけど。怖いわ。きれいに投げましたね。いいですね。素晴らしいですね。いいちょっと今、よろマイケル・しくお願いしますサンデルさんみたいな。はい、今日でおしまいです。とか。なんか考えてはおきます。はい。すいません。はい僕は結構、Unreal Engine は結構興味がありますね。やっぱりそのルメンだっけルメンのルメンライティングとかなんかすごいリアルタイムでできるってそうなんですよ。すごい気になります。FBX のエクスポーターがアニメーションがなんかやりやすくなってて、アンリアルにスケルタルメッシュと、あとアニメーションをバラバラでなんか一気に書き出せるようになってて。あれ、めちゃくちゃ便利です。あれうんそう、六成城さんが機能すごく喜んでらしたのはそツイッターで見ました。もうね、毎回一個一個のアニメーション、一個一個出力して持っていってたんで、あすごい便利です。あれであんまり言うねと、またこれのチュートリアル作ってとか言われそうだから。もう自分で言ったよ。だから先に言ったんですよ。来週。待ってますよ。怖いわ。アンリアル大会。違う、これはモドの放送なんですよ。でもモドも使ってますしね。モドからの移動なんで。そう。そうですね。でもなんかでもそういうのはちょっといろいろ調べときたいなとは思ってますね。いいですね。にゃんこ。にゃんこですね、じゃあ今日は、もうタイムオーバーになりまして、本当に、今日はありがとうございました。で、また、2週間後、またやりましょう。はい。1週間後ですね。はい。はい、ありがとうございます。では今日はみんな、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございありがとうごましざいましたた。